皆様、本日も一日お疲れ様でした。神楽坂 CC チャンネル朗読者の神楽坂凛と申します。本日も皆様にいい眠りが訪れますように心を込めて朗読させていただきます。本日の朗読作品は潮風通りの風のポスト、潮の満ち引きと声の雫、波の歌と貝殻の記憶の3作品をゆったりと朗読させていただきます。皆様におかれましては、目を閉じ、リラックスして静かな朗読の世界に耳を傾けてください。これからも皆様にたくさんの癒しをお届けできますように、お休み前にチャンネル登録を忘れずにお願いいたします。明日も皆様にとって素敵な一日となりますように。おやすみなさいませ。潮風通りの風のポスト。春の風が街の屋根や坂道を撫でるように吹き抜けていました。柔らかな日差しとともに草花の香りや海での潮の匂いを運びます。そんな午後、イルフの女性、リンはゆっくりと潮風通りと呼ばれる道を歩いていました。そこは海辺に沿って伸びる古い通りで、石畳と低い木塀の家が連なる場所。長くこの町で生きるリンにとっては感慨深い道です。通りの一つ一つの角には誰かの思い出がそっと置かれているようで、足を進めるたびに胸の奥は柔らかく響くのです。波の音と風のささやきは道の隅に溜まっているような、そんな場所でした。今日はよく風が通りますね。リンは草色のケープを押さえながらそっとつぶやきました。ゲートの裾は風にそよぎ、まるで誰かに優しく背を押されるような心地よい風です。ポーションや星降る雫を開いていない日は、こうして街を歩くこともありました。風が語りかけてくれるような場所には、きっと誰かの心の音が静かに眠っているからです。潮風通りの一角に色あせた赤いポストがあります。その隣に小さなベンチが置かれており、郵便屋の青年が腰をかけていました。ベンチの木材は何年も潮風にさらされたためか少し白く乾き、ところどころにひびが入っています。しかし、それもまた風景の一部のように、この景色に馴染んでいました。こんにちは、いい風ですね。銀が声をかけると、青年は驚いたように振り返り、少し照れたように笑いました。彼の名はこの町の郵便局で働いていて、この潮風通りを担当しています。こんにちは。リンさん、実はちょっとだけここで休憩してたんです。ね、それでいいのですよ。風がこんないい気持ちいい日は立ち止まるのも大事なことですから。リンが隣に腰掛けると、ネはふとポケットから一通の手紙を取り出しました。手紙は古びており、少し足が折れ、
風にさらされていたような跡があります。けれど、宛名も差出人も何も書かれていません。まるで風に託されたまま行き場をなくしてそっとそこに置かれたようでした。ある日、昔使われていたポストをなんとなく覗いたら、ポストの中にあったんです。誰のものかも、いつ届いたものかも、全くわからなくて。中身は読んだのですか？でも、それがまた不思議な手紙で、そう言って電話手紙をそっと開きました。中にはワインクで書かれたたった一言の言葉がありました。あなたが元気でいてくれたらそれだけでいい。たったそれだけでした。けれどその文字は風に揺れるような筆跡で、インコのにじみ方すらどこか優しさを帯びているように見えました。そして読んだ後の胸の奥にほんのり温かい余韻が残るのです。誰に当てたのかもわからない。でも誰かの心から溢れ出たような静かな祈りのようでした。なぜだかわかりませんが、この手紙がずっと気になっていて、配達もできないのに僕の心の中にずっと引っかかってるんです。弁の声は風に揺れるように少しだけ揺れています。インは彼の手から手紙をそっと受け取り寝落としました。この手紙、確かに風に乗ってここまでたどり着いたのでしょうね。言葉は誰かの心からこぼれたもの。たとえ宛名がなくてもきっと届けたい気持ちは込められていたのです。でもそれが誰なのかもわからなくて、思い出にもならない記憶のかけらみたいで、念の目はどこか遠くを見ていました。それはまるで視線の先ではなく、その向こうのまだ思い出せない何かを探すように。ミンは小さなポーチをそっと開きました。そして中から小さなガラス瓶を取り出します。瓶の中には淡い緑がかった青色が揺らめく美しい液体が入っていました。これは流れる記憶というポーションです。記憶のポーション。蓮は首をかしげながら銀河もつ瓶を見つめていました。春と夏の間に積んだ流れゆくというハーブ。それを乾かしてそこに心を静かにする願いを込めて作ったもの。忘れていたことをあるいは思い出せないほど遠くなった感情にそっと触れてくれます。インの声は静かな小川のせせらぎのように心地よく、瓶の中の液体が光を受けてかすかに揺れる。その度、まるで思い出が目を覚ます準備をしているかのようです。インはゴーションの背を受け、潮風通りの風の中に一滴だけ垂らしました。風に乗ったポーションはふわりとした香りとなり、潮の香りとともに蓮のもとへと届きます。
あれ。電話、思わず目を閉じます。心の中に目に浮かんできたのは、遠い昔、母と一緒に歩いた道の記憶でした。まだ小さな頃、熱を出して寝込んだ夜のこと。母が自分の枕元に手紙を書き残していたこと。それは、あなたが元気でいてくれたら、それだけでいい。まさに同じ言葉だったのです。涙がにじむほどではなかったけれど、胸の奥がぎゅっと締め付けられるようで、目はただ風に顔を預けました。これ、多分、母の手紙です。昔の。きっと、風が届けたのでしょう。あなたは必要とするタイミングで、銀の言葉に目はゆっくりとうなずきました。忘れていたわけじゃないのに、思い出すのにこんなに時間がかかるなんて。記憶は波のようなものですから。強く押せば遠のいて、そっと待てば静かに寄せてくるのです。銀の声はまるで波の音のように念の心に染み込んでいきました。ありがとう、銀さん。届かなかった手紙でもちゃんと意味はあったんですね。で、届ける先が誰かでもなく、あなたの心だったのかもしれませんね。その言葉を聞いた瞬間、蓮の胸の奥にじんわりとした温かさが広がっていきました。まるで長い間閉ざされていた扉がそっと開いたような感覚。夕暮れの潮風通りにひときわ優しい風が吹き抜けました。空は黄色に染まり、海には薄い光の帯がかかっています。宛名のない手紙は確かに今の霊へと届いたのでした。潮風に吹かれながら、銀と蓮は潮風通りの小さな岬の上に立っていました。そこには今では使われなくなった古いポストがひそりと佇んでいます。そのポストは海の音と風の匂いをまとうようにして静かにけれど怒らしげにそこに存在していました。昔はここに毎日手紙が届いていたそうです。でも今は誰も使わなくなって忘れられたまま、こうして風だけが通り過ぎていきます。蓮はそう言ってそっとポストの蓋に手をかけました。古びた金属のきしむ音が風にかき消されるように響きます。その音はまるで時間の奥から何かが目を覚ましたような、そんな響きに思えました。宛名のない手紙はこの中に入っていたんです。多分誰かがそっと投函したんだと思います。けれどその手紙には差出人も受け取り人も書かれていなかった。蓮の手が手紙を優しく撫でました。まるでその紙の中に込められた思いをもう一度確かめるように。その手の動きは丁寧で、どこか名残惜しそうでもありました。今ではもう会えない誰かと言葉を交
すかのように。この手紙、母が自分に向けて書いてくれたものだったんですね。名前も書かずに風に任せて、声が悪い言葉が詰まったレンの背中にリンはそっと毛を添えます。その小さな手のぬくもりにレンは心の奥底まで支えられるような不思議な安心感を覚えました。手紙は過去と今をつなぐ橋なのです。読み返すたびに届ける側と受け取る側の気持ちが重なっていく。だからこそたった一行でもそれは確かな記憶になるのです。風がポストを撫でるように吹きました。そしてその音がまるでありがとうと囁いているように聞こえました。レンはその音に母の声を重ねるように静かに目を閉じます。潮風通りの空には柔らかな夕暮れの光が差し込んでいました。レンは丸いポストの前で小さな便箋を取り出します。そして静かに毛を走らせ始めました。お母さん、今日の空を見ていますか？僕は今、ようやくあなたの手紙に気づきました。こんなに遅くなってしまったけれど、ありがとう。彼の書く文字はところどころ震えています。しかしそのすべてに確かな気持ちが込められていました。剣先から生まれる言葉の一つ一つがまるで心の中をそっとなぞるようにゆっくりと流れていきます。ポストに入れても届くかわかりませんわ。それでもちゃんと気持ちを返したくて。そう言ってレンは便箋を封筒に入れ、そっとポストの中へと投函しました。その瞬間、風がふわりと吹き抜け、空に舞う花びらが彼の肩を優しく撫でます。まるでその風が母からの返事のようにそっと背中を押してくれているようでした。それを見たリンはそっと微笑みます。その微笑みは僕を見送ってきたものだからこそ持っているような透き通った微笑み。彼女の瞳にはいくつもの出会いと別れ、そして再び巡りゆく思いが映っているようでした。きっと風が届けてくれますよ。この街の風は優しい人の気持ちをちゃんと運んでくれるのです。レンは顔を上げ空を見上げました。そこには夕焼けに染まる雲とその向こうに広がる夜の気配。どこか懐かしく、そして新しい柔らかな時間が流れていました。その夜、リンは押し降る雫に戻ると、カウンターの奥にある記録帳をそっと開きました。そこには今日という一日の出来事が静かに綴られていきます。風のポストでレイさんの手紙が一つ風に乗りました。忘れかけていた思いは風とともに目を覚まし、温かな言葉となって帰ってきました。過去の声は風の中に今も生きています。そして
手紙はその端となるのです。そう記してからページの片隅にいつものように小さな星型のスタンプをそっと押しました。それは今日という日もまた静かに刻まれた物語の証でした。窓の外では潮風が柔らかく店のカーテンを揺らしています。夜空には星が少しずつ顔を出し始めていました。銀はカップにハーブティーを注ぎ、窓辺の椅子に腰を下ろしました。その温かな湯気と柔らかな香りが銀の心を落ち着けてくれます。それを銀は一口ゆっくりと飲みました。今日もいい日でしたね。きっと明日もいい日になります。夜は静かに星の光を連れて降りてきます。手紙の言葉が風に溶け、どこかで誰かの心に触れている。そんな静かな夜、銀は祈るようにそっとまぶたを閉じます。そして星降る雫にはまた一つ風に運ばれた物語が優しく刻まれたのでした。千代の満ち引きと声の雫。夜の風がそっと街を包み始める頃、ゴーションや星降る雫の小さな看板が星の光に照らされて柔らかく揺れていました。銀はカウンターで銀のラベルを書いていました。淡い色のインクは筆先からにじみ、ガラス瓶に美しい模様を描いていきます。夜の静けさに包まれながら、銀は一筆一筆言葉では伝えられない思いを込めていました。銀に宿る香りや光が誰かの心をそっと癒しますようにと、その静けさを破るようにカランと小さなベルが鳴りました。こんばんは。書いていますか？扉の向こうに立っていたのは肩に潮風を感じさせるような女性でした。淡い金色の髪が夜風に揺れ、手には革のケースを持っています。月明かりの下、彼女の姿はどこか儚げで、けれど凛とした強さも感じられました。もちろん、どうぞ入ってください。銀が微笑むと、女性は深く息を吐いて、ゆっくりと店の中へ足を踏み入れます。カウンターの椅子に腰掛けると、彼女は少し照れたように笑いました。私、ノルンと言います。海辺を旅しながらバイオリンを弾いている音楽家です。海の音楽家さんなんてとても素敵ですね。そうですか。でも最近はあまり素敵じゃなくて、ノルンはケースの中から小さなバイオリンを取り出しました。繊細な木目が月明かりに照らされ、こか切なげに輝いています。そのバイオリンは長い旅路の痕跡を刻んだかのように、温かな傷やすれが残っていました。それでも大切に手入れされていることは見て取れます。どんな音を奏でても自分の心に響かないんです。
潮風のリズムも波の歌も全部遠くに感じてしまって、言葉を探すようにノルンはバイオリンの弓を握りましたが、弾くことはありませんでした。その手は小さく震えています。その震えにはファンだけでなく音楽への思いがまだと思っている証のように見えました。瓶は棚の奥から一つのポーションを取り出します。それはうっすらと水色に光る小瓶でした。光が揺れるたび、波の静かのようにきらめいて見えます。これは声の雫というポーションです。心の奥に沈んだ、まだ言葉にならない思いにそっと耳を澄ませるためのものなんです。ノルンはその銀をそっと手のひらに受け取りました。瓶を覗き込むと、水面のようにゆらゆらと光が揺れ、まるで遠い記憶を映し出しているように感じられます。どう使うの？明日の朝、一番潮の音が澄んで聞こえる時間。あなたが一番海と近くに感じる場所で、この静かを一滴バイオリンに落としてみてください。ノルンはゆっくりとうなずきます。その目にはほんの少しだけ夜明けのような光が宿っていました。まるでほんの少しだけ未来が優しく開いたような、そんな眼差しでした。ありがとう、銀さん。明日行ってみます。その夜、ノルンは眠ることができませんでした。波の音に耳を澄ますたび、自分の中の何かが目を覚ましそうで、そわそわと心が騒ぎます。けれど、そのそわそわはどこか懐かしくもありました。幼い頃、初めて舞台に立つ前の胸の奥がくすぐったくなるような、そんな感覚に似ていたのです。けれど、朝はいつものようにやってきました。海辺には柔らかな光が差し込み、遠くから潮騒がリズムを刻んでいます。ノルンはこの町でのお気に入りの家へ向かいました。ここは人の気配も少なく、ただ波と風の声だけが響いている場所。バイオリンをそっとケースから取り出すと、彼女はリンの言葉を思い出しました。ポケットから声の静かの瓶を取り出し、そっとバイオリンの表面に滴垂らします。すると、ポーションはスーッと木の中に吸い込まれ、ふわりと優しい香りが広がりました。まるで遠い記憶の中から漂ってきたような、それは懐かしい潮の匂いでした。この香り知ってる？ノルンの中で波と共に忘れかけていた記憶が揺れました。幼い頃、母と一緒に聞いた海辺の演奏会。初めて人前で弾いた時の震える指。うまく弾けなくて泣いた夜、母が肩を抱いていてくれた言葉。大丈夫、あなたの音はちゃんと届いてるよ。その言葉が潮風に乗って
今も自分にささやいてくれているように思いました。ノルンはバイオリンを構え、ゆっくりと弓を弦に乗せます。最初の音が波の音に溶けていきました。不思議なことに、今までになく音が軽やかに奏でられます。その行き先には重さも迷いもなく、音が彼女の中から自然にあふれてくる。波は寄せては返し、風はその音を優しく包み込みます。目に映る風景すべてが音に変わっていくような、そんな不思議な感覚でした。まるで海そのものが彼女の演奏に耳を傾けているようで、ノルンはそっと目を閉じます。潮の満ち引きとともに奏でる自分だけの旋律。やっと出会えたのかもしれない。私の本当の音。そうつぶやいた時のバイオリンの音色はまるで心の声そのものでした。バイオリンの最後の音が波とともに静かに消えていきます。ノルンはしばらくそのままの姿勢で立ち尽くしていました。胸の奥に残る温かな余韻。それはただの音ではなく、自分の心が奏でた思いそのものでした。風が優しく吹き、海の水面の彼女の髪を揺らします。影の揺れはまるで過去の自分にそっと手を振っているようでした。彼女はバイオリンを大切にケースへ戻すと、そっと微笑みます。その微笑みには迷いを超えた確かな決意と、これからへの優しい希望が宿っていました。ありがとう。誰に向けた言葉なのか自分でもよくわかりません。でもその一言はずっと抱えていた迷いを手放すような不思議な清らかさを持っていました。まるで胸の奥で絡まっていた糸がふわりと溶けていくような感覚。風が過ぎた後に残る静けさのように、心の中にぽつりと小さな明かりが灯ったような気がしました。星降る雫ではリンが朝からカウンターの奥でポーションの整理をしています。小瓶の一つ一つに手を添えながら、それぞれの役目を思い返しているようでした。その手つきにはまるで古い友人の名を呼ぶような優しいぬくもりが宿っています。光に透けるガラスの中でオーションたちは静かに輝き、まるで凛に応えるように揺れていました。そこへ小さな足音がやってきます。ただいま戻りました。ノルンが静かに扉をくぐり、優しく微笑みます。その微笑みは夜明け前の空に流れた一筋の光のようで、見ているだけで心がゆっくりとほどけていくようでした。嫌さだったみたいですね。リンの問いかけにノルンはそっとうなずきます。手にしたバイオリンがまるで潮風をまとっているように見えました。オーションの雫を落とした途端、不思議なことが起こりました。忘れていた音が
心の奥から溢れてきたんです。リンは静かに目を細めます。その様子はまるで長い旅から帰ってきた人の話を聞くようでした。ノルンの言葉は静かにけれど確かにリンの胸にも響いてきます。忘れられていた旋律は潮の満ち引きのように心にゆっくりと戻ってくる。そのことをリンは確かに感じ取っていました。そして気づいたんです。音楽ってうまく弾こうとするものじゃなくて、ただ今の自分をそのまま音にすることなんだって。それがあなたの声だったんですね。ノルンは小さく微笑みます。けれどその微笑みには昨夜にはなかった確かな強さと温かさが宿っていました。リンは棚の奥からもう一つの瓶を取り出します。月の雫草と潮彩の葉を合わせた深い青色のポーションです。これは潮の灯火というポーションです。心に宿った音が迷った時の明かりになるように、そんな願いを込めて作ったものです。わあ、なんて美しい。ノルンは瓶を受け取り、静かに胸に抱きました。瓶の中では波の音のようにかすかな揺らぎが見えます。そのかすかな揺れがまるで胸の奥に眠っていた思いを優しく呼び起こしてくれるようで、ノルンの瞳にはうっすらと涙の光が浮かんでいました。ありがとう、リンさん。私、また海辺で演奏してみようと思います。今度は誰かの心に届く音を。リンはそっと微笑みながらうなずきます。きっと届きますよ。あなたの音はあの潮彩のように静かに、でも確かに。それは慈愛に満ち、どこまでも透き通った微笑み。リンの言葉はまるでそっと背中に手を添えるようにノルンの心を包みました。二人の間に流れる時間は言葉よりも静かでも確かな信頼に満ちていました。その数日後、町の海辺に一つの音色が広がっていました。静かな海辺でノルンはバイオリンを奏でています。月明かりが波に反射し、砂浜が白く光る中、音楽は潮彩と一緒に遠くまで届いていました。子供たちが波打ち際で立ち止まり、大人たちが散歩をやめて耳を澄ませます。目を閉じる人もいれば、手をつなぐ人もいる。その音色にはどこか懐かしく、そして不思議と安心する響きがありました。それは心の奥にそっと触れるような優しい音色。それぞれの心に見えない扉が静かに開いていくような、そんな温かい音色でした。その夜、リンは店の窓辺に座り、遠くから聞こえてくるバイオリンの音色に耳を澄ませていました。窓の外には月が浮かび、潮風がポーションの瓶を軽く揺らしています。
も優しい音色。ノルンさん、あなたの思い、ちゃんと届いていますよ。今、人との出会いを書き留める記録帳を開き、今日の出来事を書き留めます。海での音楽家、ノルンさんと静かな夜を過ごしました。声の雫は彼女の胸の奥に眠っていた音をそっと目覚めさせたようでした。潮騒のリズムとともに自分の音を見つけた彼女の映像はきっとこれからも誰かの心に優しく響いていくのでしょう。そしてレジの端にいつものように小さな星型のスタンプをしました。それは今日という物語が確かにここで紡がれた歌詞。リンはそっと静かに目を閉じました。音色が風に乗って心の中まで叩いてくるような気がします。ふと棚に置かれた声の静かな瓶が小さく光った気がしました。まるでノルンの心の声がこの街のすべての優しさと響き合っているかのように。その夜、街に眠る人たちの夢にはさざ波の音が流れていました。それはノルンの音楽が運んだ小さな心の声。そして朝が来る頃には誰の顔にも柔らかな微笑みが浮かんでいたのです。それはまるでこう囁いているかのように、きっと今日もいい日になりますようにと。波の歌と貝殻の記憶。春から生と季節が移ろう頃、海と山に囲まれた小さな町にも柔らかな潮の香りが満ち始めていました。町の外れにひそりと佇む小さなポーションや押し古しつく。その店の扉が夕暮れの風に揺られ静かに開きました。ガランと鈴の音が鳴り、天使の輪が顔を上げます。木の棚には色とりどりの銀が並び、山のハーブや月の光を閉じ込めた優しいポーションたちが静かに息づいていました。こんにちは。まだ開いていますか？入り口に立っていたのは旅人のような青年。肩には小さなカバン、靴には細かい砂がついています。どこか懐かしい雰囲気を漂わせながら彼はそっと帽子を取りました。どうぞ、まだ日も残っていますから。今にこやかに微笑み、彼をカウンターの前に迎えます。青年は少し戸惑ったように視線を店内に巡らせながら小さな声で言いました。この町、小さい頃に住んでいたんです。ほんの数年だけですけど。そうだったのですね。でも不思議なくらい記憶の曖昧で、何か大切なことがこの町にあったような気がするんです。特に海のこと、それが胸に引っかかっていて、リンは黙って彼の言葉を聞いていました。言葉にできない思いというのは、時に波のように心の奥をさらっていくものです。名前を
しいでしょうか。シエと言います。リンさんですよね。はい、この星降る雫の天使です。シエさん、よく来てくださいました。静かなやりとりの後、銀はカウンターの奥の棚から小さな瓶を一つ取り出しました。瓶の中には淡いオレンジ色の光が揺らめいています。これは記憶のボタルと呼ばれるコーションです。忘れてしまったはずの記憶や思い出の手前で止まってしまった気持ちにそっと光を灯してくれるものです。シュは瓶の中の光をじっと見つめました。その光はまるで遠くの灯台のように静かに瞬きながら彼の心の奥へ語りかけてくるようでした。この帽子を持って浜で行きませんか。もしかすると波の音が何か思い出させてくれるかもしれません。瓶の提案にシュは少しだけ驚いた顔をしましたが、やがて静かにうなずきました。瓶とシュが海へ向かって歩き始めます。空には優しい橙色が広がっていました。空と海が溶け合うような景色の中、波の音だけが静かに寄せては返します。この海、昔はもっと広く感じた気がします。浜辺に着くと、シュはそっと靴を脱ぎ、素足で砂に足を埋めます。その様子は忘れていた何かを確かめるように見えました。この辺りで貝殻を集めていた記憶があるんです。でもどんな貝だったのか、どうしてそれを集めていたのか思い出せなくて、銀はそっとポーチを開け、記憶のホタルの銀の札を静かに開きました。その瞬間、ふわりとした小さな光の粒が瓶の中からこぼれ出します。その光は海風に乗って舞い上がり、まるで小さなホタルのようにポッポッと輝きながらシュの上を漂いました。まるでホタルみたいですね。この光は心の奥に触れたとき、そっと記憶の鍵を開けてくれるんです。銀の声も波の音に溶けていくようでした。シュの上を漂っていた小さな光の粒たちはゆらゆらと飛を始めます。シュはゆっくりと浜辺を歩きながら小さな光の粒が浮かぶ場所に目を凝らしました。すると光の一つが砂の中に何かを照らし出しているのに気づきます。シュはかがみ込み、そっと指で砂を払いのけました。そこには小さな白い貝殻が静かに眠っています。これに覚えがある気がする。手のひらに乗せた貝殻を見つめながら、シュは小さく息を飲みました。そう、確か母がこれでネックレスを作ってくれたんです。でも引っ越すときどこかにしまって、それからずっと忘れてた。言葉がほどけるように少しずつ思い出が流れ込んできます。銀は静かにそばに立ち、
何も言わずにうなずきました。泣いていた僕に母がこの回は波の音を覚えているから寂しくなったら耳を当ててごらんってそう言ってくれたんです。シアの声には懐かしさと少しのかすれが混じっています。けれどそれは過去への痛みではなく思い出への感謝の色を見ているようでした。記憶は消えるものではなく波のように心に寄せてくるのです。リンはそうつぶやき、ゆっくりと空を見上げました。空には夕暮れの光が名残惜しげに残り、星が一つ海の上に瞬き始めています。シアの手のひらに乗った白い貝殻はかすかに濡れていて、波の雫のように光っていました。その貝を見つめる彼の目にはどこか遠くを思い出すような深い色がとっています。こんなに小さな貝なのに心はちゃんと覚えていたんですね。静かにこぼれたその言葉にリンはそっとうなずきました。物に宿る記憶というのはとても静かで優しいものです。でも決して消えてしまうことはありません。たとえ忘れてしまってもこうして心がふと会いに来るのです。シュは貝殻をむぬんと見えて少しだけ目を閉じました。潮風が髪を優しく揺らします。耳の奥に遠い日の笑い声がかすかに響いているようでした。母は星を見上げるのが好きな人でした。星はどこにいても同じ空にあるのよって。だから旅に出る時も埋め手で星を見ながら約束をしたんです。どんな約束だったのですか？リンが尋ねると、シュは少し照れたように笑いました。どこにいても星を見たら互いのことを思い出そうって。でも旅に出てからそんなことも忘れてしまっていました。貝殻の記憶とともに星の約束も静かに胸の奥へとってきていました。思い出はなくしたものではなく、ただ静かに眠っていただけだったのです。銀はポーチの中から小さな瓶をもう一つ取り出しました。それは星の記憶の雫と呼ばれるポーションで、夜空のような色をした液体がゆらりと揺れています。このポーションは星が語った夜の記憶を集めたもの。胸に当てて目を閉じてみてください。もしかすると言葉では思い出せなかったものがどや光として通ってくるかもしれません。シュは銀からポーションの瓶を受け取ると静かに蓋を開けました。淡い光がそっと彼の胸元を照らします。まるで心の奥に星が一つ灯ったようでした。そして彼は波の音に耳を澄ませながらゆっくりと語り始めます。夜の海で母と並んで座っていたんです。その時空に流れ星が見えて、母が小さな声でつぶやいたんです。願い事
忘れずにいてねって。声の奥に懐かしさとほんの少しの寂しさがにじんでいました。でもそのどれもが優しさに包まれていました。私、やっと思い出せました。母の願いはずっとこの中にあったのに気づいていなかっただけでした。中の目には涙が浮かんでいました。けれどその涙は悲しみではなく、心の奥に柔らかく差し込んだ光が静かに溶け出したものです。リンはそっと彼のそばに座り、波の音とともに静かに言葉を紡ぎました。記憶とは心に咲いた花のようなもの。風が吹いても雨が降っても根はちゃんと残っています。そして必要な時にまたそっと咲いてくれるのです。空にはいくつもの星が顔を出していました。波の音は変わらず穏やかに夜のリズムを刻んでいます。シュはゆっくりと立ち上がり、もう一度貝殻を握りしめました。リンさん、母のところへ会いに行ってみようと思います。ちゃんと自分の言葉でありがとうを伝えたくなりました。その顔にはもう迷いはありません。優しい決意と小さな再出発の光がとっていました。リンは微笑み軽くうなずきます。きっと星も海も貝殻もあなたの心のすべてがそれを待っていたのだと思いますよ。言葉は遅れても思いはちゃんと届くものですから。シュはもう一度海を見渡します。波はどこまでも広がり、月明かりを静かに跳ね返していました。星はずっと同じ空にあるんですよね。ねえ、見えければいつもそこにいます。そしてきっとあなたの言葉も星の光のように誰かの心を照らすのです。そう言ってリンはポケットから小さな手帳を取り出し、浜辺に座りながら今日の出来事を書き記しました。シュさんが記憶の貝殻を見つけました。波の音とポーションの光が忘れかけていた優しい思いをそっと導いてくれました。そしてケージの端にいつものように小さな星型のスタンプをそっと押しました。夜空には星々がいつもと変わらず静かに瞬いています。シュは最後に陰に深く頭を下げ、浜辺を後にしました。その背中はどこか軽やかで、歩くたびにまるで涙背中を押してくれているようです。リンは少しだけ砂浜にとどまり、オーシャンの瓶をそっと海へかざしました。淡い光が波のひとしずくと混じり合い、まるで夜の海に小さな星を落としたようです。星々はいつまでも変わらず瞬きます。だから私もここで誰かが帰ってこられる場所として明かりを灯し続けましょう。風が優しく尾を撫でていきます。
そして波は変わらず語りかけるように岸手に寄せては返していました。その夜、ポーションや押しうる雫には一つの静かな明かりだと思っていました。リンは窓辺の椅子に座り、カットに優しい香りのハーブティーを注ぎます。その湯気の向こうで今日という一日がそっと眠りにつこうとしていました。きっと明日もいい日になりますね。リンは微笑みながらそっと夜空を見上げます。そこには変わらずに瞬く星たちが優しく寄り添っていたのでした。ご清聴ありがとうございました。すでに眠りに疲れていれば幸いですが、まだご覧いただいている方はおられますか？おられましたらチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。これからも心地よい朗読をお届けいたします。どうぞ素敵な夜をおやすみなさいませ。